します。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お名前から自己紹介お願いいたします。武井壮と申します。ロープアーティストやってもう50年近くやってます。女性とか男性を縛る仕事です。ロープアーティストをされることになったきっかけっていうのはどんなことでしょう？いや、もう幼い時からもうそういう嫌な思いをしたのがきっかけで、嫌な思いっていうのはやっぱりいじめっ子に結構いじめられたっていうのもありますね。それでなぜそのいじめられてると気持ちよさが出てくるのがなぜなのかわからなくなんかそのいじめられて快感を覚えたってことですか？そうですそうです。それでそうこうやってるうちにその女性っていう、学校の先生にちょっといたずらされたっていうのがちょっとありますね。女性の先生にいたずらをされた？そうそうそう。何年生の時？小学校6年生ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。はい。それはどんないたずらだったんでしょうか？うまくちょっと言えないけども気持ちっていうか難しいですね。言葉にちょっとその躊躇するものがちょっとあってちょっと恥ずかしいかなっていうところもありますね。今だったらニュースになっちゃうようなそういう内容ですか？まあそうですね。それはお家の人に言いつけたりされなかった？全然そんなことも考えてなかったし、先生大好きだったから、だから全然もうそういうことを考えないけども、ただそういう思いをしたっていうだけの話です。それ一回きり？一回きりです。それでその武さんの中に何かが芽生えたってことですか？そうですね。そこからちょっと18ぐらいまで悶々とした生活して、でもう僕も16からも仕事した母の仕事やってたから、それをやりながら昔はよく空き家が多かったんですね。その空き家に行った時にキランクラブっていうとかなんかそういう裏窓とかっていう本が凝ってたんですね。その時にそれを初めて見た時は自分はおかしくなかったんだと気がついたのがきっかけかな。そういう性的指向の方がいらっしゃるっていう。そう。それでちょっとなんか気持ちが高ぶりが収まったっていうか。それまでは自分が変わってるんじゃないか。そう変わってるんじゃないかと。だからそれはすごい悩んだ。で誰も言えないし、だからそこはすごい苦しんだ思いもあるし。それでそうこうしてるうちに18になってやっぱり世の中にやっぱり出れることができたので縛られたいっていう気持ちもあったし、それと縛りたいっていう気持ちもすごくあったのでホモの世界に入ったんですよ。今はもう新宿の2丁目にはもうそのお店はありませんけども、縄っていうお店だったんですね。そこのマスターがすごくいい人で、僕にいろんなことを教えてもらって、で僕はその性的な問題とかそういうのはあんまりやりたくなかったから僕はのんけでずっと入ってたんですね。ただ縛りをするっていう形でそうこうしてるうちに SM の本の世界に SM スナイパーっていうのとかスプリッツっていう雑誌の編集者と友達になって変態さんが行くっていう本を出版した時にそこへ僕が出演して出たんですよね。縄に興味を持ったっていうのは何か写真か何かで見て？そうです。だからそのキダンクラブとか裏窓とか、SM キングとか、スナイパーとかっていう本を見て、こういうのも面白いよなって、何しろ18の時にそのホモのバーに入ってそこでマスターとかいろんな男の方に縛ってもらって自分の世界だなって思いながらやってるうちにちょっと縛りも覚えてみたいなって思って、その頃はやっぱり女性を縛るって言ったらどうしてもお金がかかるんで男の人をずっと縛ってたんです。最初は縛られたいが始まって、それから縛る方に変わられた。今はもう両党使いでやってますから。ちなみに武さんはご結婚されているんですか？はい、結婚はしてました。いろんな事情があって離婚はしましたけども、子供は2人、孫は2人います。離婚されたのはどれぐらい前？20年は経ってるかな。性的指向が原因で？いや、そうじゃなくてやっぱり家庭の事情ですね。その縛りをしているってことは奥様はご存知だったんですか？僕は公認でしたから。奥様のことも縛ったことはあるんですか？ありますね。でもそれでなんかだいぶ吐いたらしくて、それでもう二度としませんと。吐
入ってしまった。そうそう、入ったっていうのはその気持ち悪いっていうんじゃなくて、こんな世界がどこがいいのっていう。だから普通の一般の人から比べたらもう本当に変態の世界だから、普通の人は受け付けないのが普通だよね。ただ自分の旦那がやってたから、旦那のが楽しめるんだったら私もやってもいいかなって思ったけども、やってみて気持ちがおかしくなって吐いたと。で僕はまあ悪いことしたなと。二度とお前の前ではやらないしという感じで終わったのかな。それがきっかけで夫婦仲がギクシャクしたってことはなかったですか？全然ないですね。だからあなたは自分の世界でやってくださいと、私はもう関与しませんと、まあそれだけ言われて、はい、分かりましたと。専属の女王様もいましたから、その専属の女王様がたけちゃんは縄がうまいんだから S に転校したらって言って、そこから S に転校したんで、ね、その頃は26歳の時だったね。縛られに行っていたら縛る方に変わった方がいいと。そうです。で転校して、それでそこでまあいろんな会社の社長さんを紹介したの、その AV 業界に紹介してもらって、そこから仕事がバンバン入ってきたり、映画の仕事が入ったり、テレビの仕事が入ってきたり、結構一人でやってたんだけど、自分の仕事も持ってたから対応がなかなか難しくて。縄で縛るお仕事っていうのはそんなにバンバン入るものなんですか？いや、その当時はあまり縄師の方がなかなか少なかったからね。日活でちょっと撮影撮ったり、日本女刑罰師っていう刑罰の日活で撮ったんですけどね。たくさんギャラも入りました？ 1日10万円ぐらいですね。すごいですね。そう、まあそれがね、毎日入ってくれればね、それを職業にしたいなっていう気持ちありましたけども。10万円も出るお仕事はたまにだけど、お仕事自体はしょっちゅう入っていた？入ってましたね。やっぱりグラビア撮りとか、そういうのもやってましたから。楽しかったですか？いや、これが本当だったら楽しいんだろうなと思ったのがいつも思ってましたね。やらせの世界でね、本物じゃないわけですよね。台本があってということですね。そう。やっぱり演技があってのものだから、だから僕はやっぱりマニアでずっと動いてたから、マニアとしてはどうしてもその本当じゃないとやっぱり満足しなくなっちゃうっていうのがあって、やっぱり作られたものをいくらやってもやっぱ面白さっていうのは全然出てこないし、そういう意味では満たされなかった。そうです。それを満たすためにはどのようなプライベートだったんでしょうね。M 女性っていう女性の方がやっぱり何人かとお付き合いしました。どっかの社長さんのおめかけさんを受け継いでくれないかと。なのでまだ社長さんできるじゃないですかって、いやもう年でっていうことで僕に受け継いでほしいって言って、そう言われてもおめかけさんだったらお金を払わなくちゃいけないわけじゃないですか。でも僕はそんなお金をあげるほどの技量もあるわけじゃないし、技術はあってもお金っていうのはあんまりなかったから、だから人を集めて、好きな連中を集めてお金を募って彼女に渡す。おめかけさんを引き継いでくれないかっていうようなお話にもちょっとびっくりなんですけど、大人の世界の遊び。その社長さんとおめかけさんもその SM 関係のそう方たちで、そうです。その方を引き継いだんですか？結局は引き継ぎましたね。その方にお金を渡すためにマニアの方を集めて。マニアの方にたけさんは何を提供してたの？僕はその女性を提供して。女性を縛ってそう皆さんに見せた。そうです。でお金を集めてその彼女に渡して、でその方は結局たけさんの彼女になったわけ。そうです。なんかドラマチックな世界ですね。いやもう本当にこんなこと話したら普通だったら軽蔑されちゃうよね。本当に。その方とはどれぐらいお交際されて？10年ぐらい付き合ってましたね。でその間に何度かそういう縛ってイベントみたいなことをして、イベントもそうだけど、やっぱ僕はプライベートが好きなんで、もう2人の世界、だから2人で楽しむっていうのは、彼女はやっぱりお金欲しいって言われたらみんな集めて彼女にお金あげるっていう形を知ってたから。その皆さんはおいくらぐらい払って縛りを見るんですか？1人1万ぐらいだったんだよね。5人集めれば5万円。あの当時5万って言ったらね、やっぱりすごい高い世界だったから。でそれを10年ぐらい続けて。そう。彼女としては生活にもそれは助けられるもんだろうと思いますけども、
その彼女の方は他にお仕事はされてなかったんですか？いや、普通の一般の主婦でしたね。主婦の方で、旦那さんには見つからなかったんですかね？やっぱり隠してたんでしょうね。家族に黙って来てたのかっていうのは僕たちには分からないことだから。彼女と10年続いて終わっちゃったんですか？まあ彼女が病気で亡くなったんですね。生のパフォーマンスやってた時に霊能者の方がいて、武さんここに女性がいますよと言われたんですね。どんな女性ですかって言ったら、こういう女性ですって言うから、それは僕の彼女だって。それで後ろにおばあちゃんがいますって。でおばあちゃんはどんなおばあさんですかって聞いたら、うちのおばあちゃんだって。下界の方に行かせないようにおばあちゃんが助けてたっていうか、それで彼女を除霊してもらって、でまあその除霊も2人がかりの除霊で、僕がすごく優しい人なので外せないと。それで霊能者が2人がかりで僕を外してまして、1人の女性に霊を入れてもらったら、その女性がものすごい痛がって、1人の女性に霊を入れてもらった。そうだから僕の霊をその霊能者の片方の人に入れたんです。それでなんだっけな、僕はもうそれでもう解放ですよ。こうすっきり楽になった感じはありました？いやもう全然楽だったですね。体はそれまで何かもう蝕んでましたね。何の病気だかわからないけども、霊の関係の病気、まあそれで僕としては良かったなとは思ってましたけども、でも彼女の写真とかビデオとかそういうのも全て焼きましたね。物を取っておいてはダメと言われた。だからまた入りやすいからっていうことで外してやれたと。今現在は彼女っていらっしゃるんですか？今いないです。最後の彼女と別れてどれぐらい？半年以上にはなってると思いますね。やっぱり寂しいですね。なんかやっぱり彼女とはもう夫婦みたいだったんですけどね。どこ行っても夫婦に見られてたし、一緒に旅館行ったりとかね、いろいろあちこち行っても必ず夫婦ですかって言われるっていうの。だからそこまで来たっていうのはすごいことであって、でも彼女はやっぱり旦那さんのことも愛してるわけです。武さんお付き合いされてたのは大体人妻の方？そうですね。どういうとこで出会うんですか？友達が連れてくるわけだから、まあ、会うとしたらそういう飲み屋さんで会うことが多いですよ。お友達の紹介でそうですそうです。そういう縄に興味のある方をそう連れてくる。です。今74歳でお仕事をされてます？今は全然してませんね。収入ってまあ家賃収入と、まあ、年金ですね。悠々自適にのんびり暮らしてらっしゃる？いやーそういうわけでもないですよね。これからまた仕事を復帰したいなとはちょっと思ってますけどね。何しようかなってのはちょっと考えてますけど。お友達と会ったりはされるんですか？同級生とかその諸々の友達がみんな亡くなっちゃったってことですね。だから今現在は寂しい。彼女を見つけて縄を縛り合うことを楽しんでいきたい。そうですね。お仕事もして。そうですね。早く巡り会えたらいいなってつくづく思いますけどね。なかなか難しいですね。また武さんに素敵な彼女が見つかりますことをお祈りしています。はい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、バイバイ。